の少ない写真で3人ヘビと生首入ってる。関係者から買ったものなんだけど、結構枚数あるんだけど全員女性。まあでも若い子とかだったらやっぱワンポイントとかなんじゃない？こういうの見てる限りでは。お疲れ様です。おいしそう、お疲れ様。なんか前回女性の彫り物でいろいろ資料見させてもらったんですけど、この前は彫師の奥さんですとか、わりかし関係者的な人だったですけど、ちょっと旦那さんがすごいいっぱい入ってたりとか、まあ業界の関係者だったりとか、わりかしそういう人たちがまあ大きな背中ね上げてるような感じだったね。なんかね、一般の方っていうのもやっぱりいらっしゃったんですかね。だからあれが業界の人だとすると、やっぱ一般人はやっぱワンポイントかな。ワンポイントの写真はいくつかあるんだよね。そういう写真も先生お持ちですか？だから女性はわりかし大きなのっていうよりかは、まあ、ワンポイントメインなのかな。そうですね。この資料とかあるけど、そうね、やっぱりちょっとこうワンポイント多いかな。額とかじゃなくて本当肩とか腰に、ワンポイント入れてたから、その当時、の女性のまあ彫り物だったのかな。額とかやっぱり入れるのは、まあ、普通ではないよね。なるほど。一般人ではないと思うからね。背中とかも、まあちっちゃいの1個入れるとかそういうのがあったと思うよ、写真で見る限りでは。やはり背中抜きにしても、まあ額ありにしてもこう、ハードルがやっぱ上がっちゃうっていう。そうね、よっぽどだと思うからね、背中の抜きでも。まあでも若い子とかだったらやっぱワンポイントとかなんじゃない？こういうの見てる限りでは。なるほどですね。やはりその背中広範囲のものよりワンポイントみたいなものの方が女性のなんか美的感覚にもマッチするようなイメージですかね。そうね、何人か写真載ってるよね、なんかね。これとかこのね、おばあちゃんとか彫ったのは若い頃彫ったんだろうけど、まあなんかにじみ具合とかさ。そうですよね。彫り物のあれを見る限りはこの方が若い時に彫られた。これとかは多分堀宇野さんだと思うんだよね。多分2代目とかの2代目堀宇野さん。雰囲気蛇の顔とか。なるほど。生首と蛇入ってるんだよね。あとはもう一方は花札だよね。花札ですね。おしゃれだよね、花札ね。渋いですよね、なかなか。やはりこれも両腕とはいえども腕だけで、これは特に額もないですよね。まあちょっとワンポイント大きめだけどね、もうちょっとわりかし大きめなワンポイント入ってるね。現代のワンポイントの感覚よりはちょっと大きいですよね。当時のやつよりもちょっと大きく見えるね、なんか。そういうことですね。あとは何かこう見れるような資料とかはありますかね。ここら辺はなんかこう若い子がこう載ってるよね、なんか。これが年代的に何年なのか、マシンなのか手彫りなのか。多分これ手彫りっぽいんだよね、この女の子は。そちらは手彫りですね。これはなんか堀宇野さんではないような気がするんだけど、そちらの女性2人は大体同じような年齢ですよね。そうだね、なんか20歳ぐらいなのかな。両方とも蛇と生首さっきの人3人おばあちゃんとこの若い子3人蛇と生首入ってる。蛇と生首って何か当時の流行りとか人気あったのかね、なんかね。当時は今よりその図柄の選択肢が少なかったとかってありますかね。それはないと思うよ。もっといっぱいやっぱあったと思うよ、今と変わらず。なるほど。で今と変わらず、まあ種類もありつつもやはりなんかそうだね、人気だったんですね。不思議だけどね。この少ない写真で3人蛇と生首入ってる。そうですよね。しかも腕に女性にっていうのがまた一つはこれ手彫りっぽいね、線が。もう一つはちょっとマシンっぽいかな。年代的で言うと写真で見る限りまあ70年代とか80年代なのかな。80年代ぐらいなのかな、これでも。80年代ぐらいの髪型とか服とか見るとね、なんかそうですよね。めちゃくちゃその50年前とかそういう感じではなさそう。もう一個のこっちは古そうだね、やっぱ。これはなんかもっと多分1970年とか60年ぐらいなんじゃない？これ獅子舞、これカラコになるんですね。これは多分ね堀宇野さんだもん、2代目の。こっちの方は古いね。
ああ、なるほど。これ予想だと大体何年代ぐらいですかね。60年代から70年代ぐらいだと思うね。60年70年代ぐらい、60年前ぐらい、6070年ぐらいなんかな、前のものかな。今から60年か70年前ぐらいですね。これもやっぱなんか両腕入ってるけど片っぽしか見えないけど、まあなんかまあこんなもんなんじゃない？女の人ってこうワンポイントでね、背中とかじゃなくて肩とか腰にちょっと入れるっていうのが当時大半こういう感じだったのかなとは思うね、写真で見る限りね。なるほどですね。やっぱ背中とかそういうのは旦那さんが入ってたりとか堀市の奥さんとか、まあそういう関係者だよね、やっぱね。一般の、若い子たちはまたちょっと違うんじゃないかなと思うね。まあ図柄とかはまあでもボタンとか、まあ今とそんな変わんないけどね、和彫りに関しては。和彫りに関してでもやっぱこう女性らしい図柄、こう竜とかバンって入れるのはあんま見ないね、なんかね。そうみたいですね。ちょっと女性らしい絵柄でいうとちょっと生首と蛇が人気だったのが自分は意外でしたね。なんか流行ってるね、この当時ね。面白いね。今見た写真4名の中で3名入ってますから、なかなかの割合ですよね。そうなんだよね、面白いね、写真で見るとね。女性といえども一応和彫りの中では生首とか人気もあったということですね。まあ女のね写真も少ないからさ、ちょっと本当に比較対象になるかわかんないんだけど、ただこの少ない当時集めた写真集の中ではそういうワンポイントの子たちがやっぱいるから、まあ大半はそういう子だったんじゃないかなとは思う。なるほどですね。まあそれは今とはやっぱり変わらない。変わらないと思うよ。何にも変わらないと思うよ。そういうことですね。やはり今も女性は、まあ、どっちかというとワンポイントとかの方がそれぐらいでいいと思うよ、逆に。逆に先生としてはそんながっつり入れるほどでもないんじゃない。まあ入れたかったら入れたらいいけど、そういう人がね増えたら彫りの世界もね面白いだろうけど、まあちょっとやっぱり男の人とは感覚がちょっと違うような気がするね、やっぱね。ソロアルバムこの前ちょっと女性の彫りも出てきましたけども、どういったものなんですか。なかなかちょっとこれはね、まあ関係者から買ったものなんだけど、関係者から買った、そうなかなかレアかな、当時のやっぱ女性の、写真だよね。まあ金額は具体的には言えないにしても、なかなかのレアなものっていう。あんまほら女性の写真ってあんまないんだけど、そうですよね。一応関係者から買ったものなんだけど、女性のものを集めてたのかな、写真を。その方がそのままこっそり買ったんだけど、面白いこれはなんか写真としては。まあちょっとここでお見せできるものとできないものがいろいろあると思うんですけど、結構枚数あるんだけど全員女性。全員女性。まあ額付きからワンポイントまで面白い資料かな。珍しい資料だね、なんか。じゃあ女性の写真集みたいなことですね。女性の写真集。基本はもうその今から50年60年前ぐらい。そうだね、結構古いね。1950年から70年の間ぐらいなのかな。1950年から70年。ちょっとその幅はあると思うけど、もちろんほぼほぼ全部白黒ですもんね。白黒写真だね、珍しい。でももっといっぱい探しあるんだろうけど、俺の手元に来たのはとりあえずこれかな、これぐらいのものなんだけど。資料の収集家としても知られてる先生なんで、何枚ぐらいだろう。3、40枚ぐらいはあるのか、もっとあるかな。おお、3、40枚ですか。なかなかで、まあ堀尾さんをメインとした写真だけど、なかなか一般には出回らないものですもんね。女性のは特に出回らないね。やっぱりこうちょっとデリケートな部分も映ってるから、なるほど、隠れた資料って感じかな。なんか堀尾さんに特化したものではなくて、もうその当時のいろんな彫り物があるっていう形ですね。ほとんど全部堀尾さんかな。堀尾さん、堀五郎さん、2代目3代目堀尾のね、まあその人たちのが多いかな。初代のはいないね、なんか見てると。じゃあおいおいその資料もちょっとずつ、まあちょっとずつ出していこうかな。他にもいっぱい資料持ってるから、まあ全部は写せないけど、まあちょっといろんな資料を上げていこうかな。まあ面白いよ、本当。今後ともちょっとまあ少しずつ紹介して貴重な資料を世に広めていければ。そうね。女性の写真あげると見る人急に増えるでしょ。なんか
タイトルで女性ってつくと妙に視聴者数上がるからさ、再生みんな回数を見て好きなのかなと思うよね、まあ気になるとこなのかなみたいな。そうですね、好きですし、まあ貴重なんで、だから今回のまあ若い子乗ってるから結構面白いんじゃないかなと。そうですね。はい。またちょっとまあ貴重な資料として皆さんにも見ていただきたいなっていうような、そうね、まあこういう方たちもいたんだよっていうね、当時のトレンドみたいな。そういうところですかね。はい、ありがとうございます。まあ一応今が入れ墨屋さんの受付やってますね。はい。質問なんだっけ？掘りたかったんで、でお父さんに相談したらお父さんがじゃあちょっとタトゥーショップ一緒に探しようって。はい。